ヒカトーク。僕たち竜騎士大好きヒカセンです。己の好きなジョブを語り合う企画ヒカトーク。今回は竜騎士会をお届けします。早速本編どうぞ。家なしララチャンネル。ジョブの魅力向いてる人っていうところで何か他の人のコメントでこれはみたいなのがあれば皆さんの方から喋っていただいても大丈夫なんですけれども、さっき過去の FF キャラと同じ技名のスキルがいくつかあるっていうのは先ほど話をしたところかなと思うんですけど、なんですね、忙しいんですね。リキャ打ちが多くて大変とか。そうですね、結構なんでしょうね、リキャストの管理がめちゃくちゃ多いので、もうずっと私パッドなんですけど、もうカチャカチャ永遠とやってますね。だから一応リキャストが乱れるような一覧、ダブルクロスホットバーに入れてるんですけど、それでも足りないので、ずっとカチャカチャいつでも打てるように管理ずっとしてますね。でもなんか確かにベッドホットバー用意して、用意してますよ。見れるようには全部してますね。私もしてますね。そう、なんか1スキルごとに2つアビリティを挟まなきゃいけないという縛りがそうですね。あるので。忙しい。そうだと間に合わないですよね。そうですね。牽制辛くないですか？そう、牽制食い込むから、ちょっと実は打つの嫌だった。開幕はちょっと勘弁してほしいって本当にわかります。バーヒはないみたいな。なんか薬も入れなきゃいけないし、牽制も入れなきゃいけないし、ずっと食い込んで、いや、無理だよっていう。なんか、大体結構 D にやることがあるんで、D1 やっていただけると、大体先に D1 の方が牽制していただけるんで、よし、じゃあ、ちょっと終わった後やりますんでっていう感じの、任せた、開幕任せたって気持ち。あとでもなんか、アライアンスレイドとか、ノラでどっか行った時に結構あると思うんですけど、竜騎士が2人とか3人とかになってる時に、もう一斉にみんな大体スキル回しって一緒じゃないですか。ルートとかが。そう、だからなんかずっとみんなぴょんぴょんしてるのすごい好きなんですよ。ちょいちょい画面外に消えるっていう。わかる。ぴょんぴょんするか、槍上げてるか、どっちかみたいな。いや、そうそう。それは確かに。だから、リタニーが被った時のなんか、みたいな、まずい空気が流れるのが。あれもちょっと醍醐味な気がするんで、気まずい空気味わいたかったら、ぜひどうですかっていう。セールスポイントになっちゃった。あとそうですね、なんか2番さんの書いてるみんなにバフを配りつつっていうのも、確かになっていう。そうですね、なんかどっちかって言ったら、なんか配るのが好きな人の方が向いてんのかなっていうのは思ってますね、個人的には。すごい、ちゃんと他の人を考えられる竜騎士さんで、基本的に自分のことしか考えてなかったんで、すごい新しい角度だなと思って。ドラゴンサイトとかも結構渡すの好きだったんで、渡すわかります。渡す側だったのが。上から2番目マクロ組んで、そう。そう、もう確かに与えたい気持ちはありますね。寂しいですけどね、なくなっちゃったの。そうですね。それはです確かに。でもなんか、あれですよね、木人叩くときに、バディで待機の状態にして、ドラゴンサイト投げるってやなるほど。ありましたね。チョコボの相手をね、投げる。そうか、なるほど。スキル回しできねえじゃねえかよって言って。空打ちしちゃってましたね。チョコボに投げちゃえ。ない状態で木人叩いて壊せたら、それはまあ一番ベストだとは思うんですけど。新しいスキル回しやろうってやったときにね、非常に便利というか、多分他のジョブやらないですよね。チョコボ出してわざわざ。確かに。でしょうね。そうですね。しかも多分その受け渡し、何かを渡す系の、バフを渡す系のジョブって一番最初多分竜騎士だったと思うんで、なんか新しかったですよね。グレンの始めだったんで、確か。攻撃バフっていうところは多分ない、なんか全体になるか、ね、多分リジェネとかが多くなっちゃうんですよね。召喚師のリジェネーションのあれとか、回復とかバリアになるんで、誰かを、あれか、踊り子のあれみたいなやつは多分、竜騎士が多分一番最初からなのかなだったと思うんですよね。踊り子。多分踊り子ができて、竜さんの
いらないんじゃないってなって削除されたような気もしなくなんというもないってなんという締めの単語だ。楽しみ。あれですね、ちょっと座談会前にジョブクエストのあれも確認ちょっとしてきたんですけど、やっぱ80のジョブクエストとか、粒子のニーズヘック側のからの粒子戦争発端のお話が聞けたりとかもするので、なんかやっぱやっておくと FF14 のシナリオの味わいがかなり深くなるんじゃないかなって改めて思いましたね。蒼天のイシュガルドのムービーあるじゃないですか。はいはい。そう最初にお出しされる PV というか、ああれの最後の方で、そうですそうです。あれの最後の方でなんか大量の竜騎士がぴょん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 飛んでるところすごい好きなんですよ。あ、いいですよね。あれいいですよね。いいですね。絵面がいいですよね。絵面がめっちゃかっこいい虫みたいって言われました、フレンド。ひどいよ。ひどい。そんなと思って。メインクエにがっつり絡んでくるジョブってね、竜騎士とかがやっぱりメインになると思うので非常に嬉しいですね。あ、そうですよね。そうですね。セリ変わるレベルってあんまないですよね、他確か。なんか暁のメンバーのねジョブだったりとかががっつり絡むってあんまりなくて、ニーズヘックとか、そうグレン、文句とか、クガネのあたりで侍系がねちょっと出てきたりとかあると思うんですけど、それ以降もずっとなんかいる誰か、ブリトラとかも結構ね、そこら辺も竜関係というかエステニアンとの関わりがあって、流れでね自分のメインジョブの竜騎士がねちょっと来たりとかっていうのも結構嬉しいなぁとは思いますね、やってて。でも確かに蒼天から結構竜騎士関連のそういう大まかなストーリーの大まかな流れに関わるっていうの結構蒼天から確かに多いなって思いましたね。ちょこちょこサブクエストとかでも確かに、行月も一応ね、ヒロシとかナイトではありますけど、なんかナイトっぽさがなんかどっかシナリオで現れてるかっていうと、やっぱり竜騎士ほどなんかこうナイトをやってるからみたいなところも薄かったりもするような気がしなくもないから、一番メインストーリーを楽しむにあたって結構楽しめるジョブなのかもしれないですね。そうです。最初から選べますしね、操術師って。確かにね。それも大きいですね。ビギナーだったら、なんか悩んでんだったらいいんじゃないこれ。多分この後ストーリー、蒼天すぐだし、これやっとくと多分、ね、よく出てくるキャラクターとかも、ジョブクエストに、あれ出てきますしっていうので、だいぶいいと思います、本当に。しかもなんかタンクとかヒーラーよりかは、気軽にやれる。そうですね。気軽にできる。結構、これ高難易度系のコンテンツであるんですけど、例えば、味方の誰かが優先度ミスって違うとこにいるとか、豆腐見違うとこにいるだったり、3回1違うとこにいるだったり、あと線取らなきゃいけない人が線取ってない時とかに、自分を犠牲にじゃないですけど、全滅するところをイルシブジャンプで飛んでいってその場所に自分が受けて死ぬみたいなのができたりして、知らない時も全然あるし、そういう瞬間誰かと通話してたりするとなんか歓声上がるんですよね、みんなありますよね。あれ決めるとなんか上がりますよね。なんかちょっとヒーローになった気分になれるというかわかります。もともと好きなスキルっていうのもあって余計にその瞬間がすごく気持ちいいと感じます。そうやっぱイルシブジャンプって変な時ね間違って押して外心に突っ込んで開幕で死んでみたいなね、ところがあるので結構面白スキルとかって思われがちなんですけど、うまいこと使えると本当に気持ちがいいというか、なんかすごいわかりやすいのだと、なんかメッツ暗闇の雲の開幕の時の大きい円範囲を出してくる時のパターンあると思うんですけど、あの時に下がってドラゴンダイブとかでパッて戻るっていう、そうスキル回し的にはちょっとあれかもしれないんですよ。それができるとか、それで類似したものができたりとかっていう時はできてるみたいな感じに思います。わかります。確かにギリギリまで殴って AOE をギリギリで回避するの気持ちいいですね。気持ちいい。それは大丈夫とか私もこうやってやってる時にまだちょっと下がるよ下がってとかって大丈夫です。
います。自分いけます大丈夫です。大丈夫です。すぐ行きますんでっていうんで、押して、ブリンクをして、そうですね。遺伝子を押して。やっぱり近接の方ってそこにこのギリギリで避けるってところに気持ちよさっていうか美学みたいなものを感じるんですね。ヒーラーの誹謗中傷座談会の時にギリギリまで粘って被弾するやつがいるとかっていうのが話として上がってたんでまあだからそれはやっぱり気持ちよさと引き換えにやっぱ味わってるところもあるんだなって今聞いてて思いましたね。正直そこのあたりは本当に頭が上がらないんですけど。ちょっと当たっちゃったら本当、すいません、ちょっと次気をつけます。みたいな。肩身が急に狭くなる。次気をつけます。はい、ありがとうございます。けどやっぱり殴ることにやっぱり意味を見出さないと、気持ちよさは取れない。近接ですしね、DPS ですしね。やっぱちょっと GCD もちょっと遅いのもあるから、できればちょっと一発入れておきたいみたいなところは確かにありますよね。あと一発入りそうなんだけどな。ここでいいですかね、ここまでで下がりますっていう感じの。大車輪まで入れたいみたいな。すごいわかります。今の霊式アルカディア霊式3層のちょっと離れないと、一番最初の離れなきゃいけない攻撃あるじゃないですか。あれで、いや、大車輪まで入るんだよなっていうので、粘って下がってっていうのを結構やります。ありますね。ヒーラーさんの一通と引き換えにやらせてもらって大丈夫なんで。なんか一回、あれでした。イルーシブで下がるタイミングで救出飛んできたことがありました。しびれ切らして。ってなって、早く下がれよって多分ね、向こうは思ってるんでしょうけどね。絶のあれで、下がる石はあったんだねみたいな。下がる石ありました。ウィンググライドができたことによって、イルーシブからのグライドが使えるの、すごい気持ちよくなりましたよね。ね、確かに。便利。下がることしかできなかったリュウさんが。前方にも行けるようになって。火力に影響ないところがいいですよね、それやって。他の DPS 職めちゃくちゃ羨ましかったですもん。なんでお前らは何もせずに前に行けるんだ。いや、わかります。こっちは一回後ろを向いてから行かなきゃいけないのに。そう、手間が。ちょっと軽く角度調整して。だから、本当になんかそのウィンググライドができる前とか、本当にミスってワンチャンで死ぬっていうの結構多かったですもんね。ちょっとミスったら変なところに飛んでて、見返し落ちて死んじゃう。何やってるんだって。すいません。自ら AOE に飛び込むバカみたいになってしまう。どこだっけ、煉獄層の霊式の最後の後半の、番長怪人っていうやつがあったんですけども、あれの番長怪人の確か4番目の対象になるときに、豆腐みとその若干60秒バーストのジャンプとか、あれ、いい感じにシンクロしちゃって、はみ出て、バンっていうのはありました、これも。っていうのもあるんで、ジャンプもタイミング考えないとあれなんで、結構バーストで全滅ギミック来るとドキドキとかしますね。なんか回し変えないと、なんか殺すし事故るし。殺すし、そう、ライトヘビーのあれもそうなんですけど、そう、ジャンプのあれ、うっかりやっぱリキャストでね、黄色く光っちゃうと押したくなっちゃうんですけども、今は我慢って。ここじゃない。ここに取っとくんだ。まだ慌てる時じゃないっていう感じの、ちょっとフルダウンタイムがありますね。AOE のことを一瞬忘れて、スターダイバーが来た時に、あ、ここだって思って、そのまま押すと、AOE 来て、あ、動けないってなって死んだり。めちゃくちゃ初歩的なんですけど、ジャンプがそういう追加ギミックなのは、硬直が長いっていうところがきついんですか？硬直と、硬直はスターダイバーだけなのかな、今、多分だと思うんですけど、今はそうですね。スーパージャンプも一応硬直時間若干あるけど、昔よりかはそうですね。どうしても接敵しちゃうから、それでなんか、ダメ床に突っ込んじゃったりとか、さっきの AOE に入っちゃったりとか。移動しちゃうんだ、ジャンプって。そう、移動しちゃうんで、効果出ちゃうとかっていうことが起こっちゃうんですよね。タイミング間違えると。なんかあれですもんね、ハイジャンプも、今はなんかその場でジャンプになりましたけど、昔なんかそうですね。座標移動が。あったんで、よくヒーラーを殺すっていう再生の一層の暗黒天空で、今やめろって言われたのに、あ、ごめんって言って、ヒーラーがちょっと床に消えてきちゃう。
すいませんでした。座標移動のせいで死んでしまうあるあるですね。うんいますね。空飛んでるはずなのに穴に落ちるんですよね。なんでだろう。そうですよね。私もゆえやまたで一回やらかして、あ、そうだったっていうの。あ、やりましたね。大穴。そうだな。あれですね。飛べないってなっちゃって。あるあるな瞬間エピソードですね。似てるところはあるんですけれども、例えば2番さんのイルーシブの誤爆で死亡、イルーシブ、かっこイルーデスのシーブですね。こういうちょいちょいよく聞きますね。やっぱありありですね。後方に下がるっていうのがやっぱりなおのこと死にやすさをあれなんですかね、もたらしてるんですかね。攻撃する行為の中に移動が混ざっちゃってるから他のジョブ以上にミスりやすいってことなのですかね。ぴったり下がりたい方向に合わせて位置取りをしないと変な方向飛んじゃうんで、あでー、攻撃すると敵の方向行っちゃうじゃないですか。うんうんうん。でもあー、はい敵のはいはい。真後ろに飛びたいわけじゃない時とか、そこからまたさらに向きを変えてからのジャンプみたいな感じだったら、それがちょっと難しいかなって感じです。あー、確かにそうっすね。殴るか位置調整するかで、こう、もやもやする瞬間ありますよね。ありますあねり。あります。なんかリュウさんずっとモニョモニョ動いてるな、みたいな。鼓動がおかしいぞ。位置取りしてるだけなんです。あと、あれですよね。幅の見誤りで、あうんあ、それもありますね。確かに。ありますよ10メね。ートル結構大きいんですよね、思ってすごいる。ですよね。そうね。結構今のステージ、中央からまあまあ外まで行けるのがそうですね多い。うんうん。まあ、リュウさんへの配慮といったところでしょうね、きっと。でも完全に誤爆したとき、自分でもわからないぐらいびっくりするの、本当に肝が冷えますね。そうですね。そうなんですよね。急に外周に行ってたりするから。そう。来週にいて自分でもわからずに、ああ、何これみたいな。死んでる何が起こったんだろうみたいな。なんか私もわかんないんですけど、多分押しちゃったのかもしれません、あれをみたいな。死ぬときにリキャストが動いてるんですよね。多分押しましたね、これって。そうそうそう。人が驚くときって本当に声出ないんだなぐらいの勢いでびっくりしますよね。えみたいな。なんか敵のギミックとか、ドラゴンサイト線がついてた時とか、あ線がついた状態でみんな上下を飛んでたりするんですかね。すごいリュウさんまた飛んでるわ。わかりやすかったですけどね。わかりやすか線がった。上に一緒に行ったみたいな。なんかそう、対象だった時に、ペアがいない、あ、上にいるみたいな感じ。線が上向いてるってなってたの好きでした。この線で敵味方どっちのだと思ってピョーンって跳ね上がる。あ、味方のなんだみたいな。あ、ですね、なんかタンプのセントリギミックとかも、なんか逆にそれで、誰にそれがついてるか分かりやすかったって言われましたね。ドラゴンサイトがついてたりすると、リュウキシね、みたいな感じで。元気なんでね、リュウキシは。分かりやすい、線が逆に、そう誰についてるかが逆にドラゴンサイトで分かりやすかったっていう。ああ、確かに。受け渡しとかだと結構、あ、いたわ、みたいな。お前かっていう。それは結構あるあるですね。あるあるでした。でしたね、そうでした。過去の話です。悲しい。悲しい。まさに今挙げていただいたドラゴンサイトがその H の思い出深い自慢できるエピソードのところにも、あとその後にもちょいちょい出てくるんですけど、あれですよね、ドラゴンサイトってなんだっけ、酒飛ばでしたっけって言われてたやつ、言われてましたそうでね。す川ですかね。酒飛ばじゃない川です。川っすね。酒と酒そばは美味しいやつです。美味しかったですね。酒川も美味しいけど。あれは知らない人から見ると、私も初心者だった時あれも本当敵のエフェクトにしか見えてなかったんで、赤いですしね。なんかですよね、駅濡れで、やたら車にまがまがしいじゃないですか、あれなんか色が。そうですよね。なんであんなになんか蛇の色放ってんのみたいなじゃあね、エフェクトだったんで。あれ本当に実装初めの頃とか全然他のジョブ触ってないっていう感じの人からもうめちゃくちゃ右クリで消されたりとかありました。右クリで、右クリで、あ、そっか、なるほど。油されるし逃げられるしみたいな。そう。そう
繋がらないと私たちの火力も下がるんですと思って、あなたの火力も上がるんですよ。なんかやっぱキャスターの方にはよく引きちぎられますよね、糸うん赤いとありま。したね。うんうんやっぱりキャスト命令の分かち合えない部分があったんでしょうね。片思いだったんだ。自分がちょっと感じた、モヤモヤしたことがあるエピソードがあるんですけど、いろんな人がコメントやらでやり取りしてる場で、竜騎士の話題になった時に、竜騎士めちゃめちゃ簡単って言われたら、あいや、あ、いや、あ、わかります。そうでもないけどなって思うけど、でも、はい竜騎士めちゃめちゃ難しいって言われたら、そうでもないっていう。そうでもないけど、そうでもわかります。なんかその、難しいところでちょっとモヤモヤしたことがあります。いや普通難しい普通なんですかごめんなさい。自分はなんですけど、竜騎士って基本的にコンボルートが決まってるから、その間にアビリティを挟むっていう、口に出すとすごい簡単なんですけど、そのアビリティを挟むっていう点が難しいんだよなっていう、なんかこう、微妙ラインが。コンボルートは一貫なんで簡単なんですけどね、プロックとかないですし。ゲージもないですしね、たまるゲージみたいな、なんかないですね。ああ、確かに。ないリーパーだったりとか、忍者だったりとかの、なんかやってる側としては簡単っていう気持ちもすごくわかるんですけど、でも難しくもないよっていう気持ちもすごくわそう、すごいわかります。わかります。なんか、すごいわかります。その、もやもや。よかったです。仲間がいた。やってる人たちからすると簡単っていうのは言えるんですけどね。なんか、やってない人から簡単だよねって言われるとちょっと、もやっそうなんですよ。そうなんですよ。ちょっとやってみればいいんじゃないですかね。でちょっとやってみてよ、みたいな。そのなんか難しさみたいなものはあるはあるんだぞっていうところですね。まあさっきまで聞いててすごい感じますけれども、その難しさは。でも確かに木人がそう割れなかった時がやっぱりちょっとあれですね、やっぱ一発一発がその GCD が遅い分重いっていうかその重みがあるんで、そういう意味ではちょっとやっぱ火力を出そうとするとちょっと難しいのかなって思いましたね。回すだけは確かに簡単かもしれないなっていうのは。なんかバーストで全て打ち終わった後、なんか数秒間虚無の時間があるの苦しいですよね。苦しい。こうアビリティとアビリティに何も挟めない時間が来るのがすごい、いやここ打てるのになみまたいな。ったりタイムが入りますよね。ありますね。っていうのがあるんだ。好きな装備一応しミラプリですけれども、竜騎士チームめっちゃミラプリ自慢に乗っけてくれてたんですよね。そうですよね。多分一番多い、早かったですよね早いし一番多いんだよな、竜騎士が。やっぱそうですね、素人名ですけど、やっぱり槍がすごい映えますよね、槍が。本とかよりもこう後ろにがっつりでっかい武器を、あとなんか文句のこう拳とかよりも、こういうものがあると、特になんかそれが光ったりすると、ですよね。ゲイボルクアルテマ見ながら今私喋ってるんいや、ですけど。そう、カッパがある武器、そう、槍もいろいろ種類あるんですけど、やっぱゲイボルグはやっぱかっこいいですよね。長さもあってかっこいいで。これいいと思います。いいです。なんか洗練された一本の棒だからより一層こう映えるっていうか。連された一本の棒。わかる。意味深。言いたいことは意味深ってなんかそんなつもりはなかったけど。変にこだわらず一本なんですよね。うんザ。自分の頭身よりも高いし。そうなんですよね。やっぱ長身な種族とかだとすんごい長くなりますもんね。やっぱエレゼン男性とかめちゃくちゃ長くてかっこいいなって。ああ、確かにな。これ竜に限らないですけど、やっぱりララフェルとかよりもタッパがある種族の方がやっぱり装備は映えますよね。そこはいいです映えますそう確かにですね。ララフェル逆にでもモグルモグはい。方向に使うとあれかわいい。一番映えますね。確かにね。なんかそうやっぱ可愛い方向になっちゃうんですよね。あ、そうですね。たまには決めたいんですけどね。あとなんかアニマウェポンの武器って最終的に武器の先頭に竜がつくじゃないですか。あれかっこいいですよね。あれちょっと好きなんですよね。竜騎士がついに槍に竜を飼い始めたって言われてました。その後のゾテ役で今度は槍に目をつけ始めた、顔をつけ始めたって言われて。
あ、そう、顔が。顔が。顔面槍ってすごい言われてました。でも光るとやっぱかっこいいんでね。光るとかっこいい。やっぱり。逆にごめんなさい、番号で呼べなくて恐縮なんですけど、ウェザードスピアをミラプリに使ってくださってる方、あ軽装と串上げ棒でレイド行くって、私これも好きですね。あ、私ですかね。多分そうかな。そのレベル1の武器をあえてミラプリにして、これなるほど新しいなと思っていいなと思いましたね。そのか細い棒で戦えるのかみたいな感じで行くので、逆になんか面白くて好きなんですよね。あ、これレベル1のやつなんですね。もう初期一番最初にもらえる槍です。ウェザードっすからね。だからもう竜騎士ですらないやつですよね。そうです、槍術師の。槍術師のやつですよね。しょぼくて逆にいいみたいな。本当に洗練された一本の棒。これこそ。確かに、確かに。これこそ。確かに。確かに洗練された一本の棒ですわ。無駄のない。ニトリとかで売ってそうですもんね。これも物干しみたいな感じ。ドンキとかその辺とかで。そうそう。修学旅行のお土産みたいな。3桁で買えるやつですよね、これ。700円ぐらいで売ってそう。古代の民の迷宮の装備、どれだったかな、どっか、栗玉のどこかのあれで、古代だった気がするんですけど、オニオンナイト。オニオンナイト、そうです、そうです。あれって過去作やってたら、すごい嬉しい装備だな。あれは熱かったですね。ね。あれはオニオンナイトじゃんっていう。そうなんですよ。竜騎士で行くと、竜騎士じゃない、ララフェルで行くと、なんかより一層オニオンナイト。そうですね、可愛いですよね。そうなんです。すごい可愛くて好きなんですよねっていう。たまにあるその過去作をリスペクトした装備っていうのが。でもナイトなんで竜装備ではないんです。そう、それは確かにわかる。そこがちょっと切ないですけど、あと50の AF、50じゃない、60の AF か。をもらったときに、あ、やっとカインと同じ装備着られたと思って、すごい嬉しかったです。カインが好きで始めたジョブだったので、カインと同じ装備が着れるんだと思って、すごい嬉しかった。早めに実装されましたからね。なんか5とかだと、ようやく今回、クレセントアイルかなんかで、実装されるようになったんで、私も歓喜してるんですけど、4とかだと、早めに、そのあたりでもやっぱり結構オマージュが入ってたのもあって早い低レベルのうちからなんかその辺もう切れるようになるっていうのも一個竜騎士のなんか火で出るとこみたいな風に言えるのかもしれないですね。そうですね。あとなんかリーパーが出てくる前は唯一無二の鎧装備だったじゃないですか。そうか。だからなんかタンクの色違いを着てるっていう。そうですね。そうでした。色違い。毎回タンクの色違いですもんね。そうなんですよ。そうですね。だからなんかトームストーンで交換する系の装備でようやくそのジョブごとに分かれて着られるっていうのも嬉しかったりしましたね。今でこそね、結構トームストーン装備がなんか高難易度行く時だとやっぱそっちが当たればみたいな感じになるんで、あんまりないですけど、当時っつっていいのかな、タンクの装備の色違いとか不遇っつっていいのかな、でも未だにありますよ。まだあるんだ。まだ全然。大体タンクの色違いですよね。それ ID 装備とかもそうなんですか？ ID はなかったりあったり、ビュアベータの新しいやつは個人的にすごい嬉しかったですね。まあもちろんタンクのやつ可愛いっていうのはあるんですけど、なんかあんまり鎧してないというか、単純な色違いじゃなくて、ちょっといいな、これからもこういうの欲しいなとの思いましたね。自衛が欲しいっていう3番さんの話ですね。自衛ないんだ、竜って。バイパーもないらしいんですけれども、なんかやっぱり、結構やっぱり絶系に行くと結構フェーズの合間とかでなんかお茶濁しの、なんか茶番が始まるじゃないですか。ちょっと申し訳ない。ちょっと言葉が選びませんでした。だけみたいな。で、牽制入れようにも、敵がポップしてないんで、撃てなくって、で、その時に何をしたらいいんだっていうと、何もできなくてぼったちになっちゃうんで、
ちょっとまた絶粒子の話になっちゃって、もうこすっちゃって申し訳ないんですけれども、何もできなかったんです。最終フェーズがめちゃくちゃ痛いんですよ。うん技がはいはいはい。バリア張ってもあれで、やっぱヒーラーさんとかも仕込みを入れて、で、遠隔のレンジの方はトルバーだったりとかそういうやつ入れて、で、リパーさんとかはなんか他の、バリアありますよね。とか入れてとかっていうね、みんな頑張ってる中で、何もねえっていう感じになっちゃって。で、その時に、その時、先生術師さんに、何したらいいですかって言ったら、スティニャンがじゃあグオーって言うから、じゃあグオーって叫んでって言われて、そこで仕込み入れるからねって言われて、じゃあわかりましたって言って、精一杯グオーって叫ばせていただきますって言って、グオーって叫ぶ係をしてましたね。あと、その時になんかちょっと知り合い、フレンドに、ないんですよねって言ったら、いや、ライフサージがあるやろ、使えやって言われたんですけど。そう、ライフサージってそもそもフルストラストとか、雲上流変とかっていう、強い技に、強いウェポンスキルに確定クリを乗せるために使うもんなんで、そもそもドレイン効果があるっていう、そんな使い方をしたことがなかった。説明文を改めて読んで、本当だ、ヒットポイント吸収するって書いてあると気づかされました。もあるとんで。もう、詫びで内胆を入れるぐらいで。そう、終わった偉い後にちょっと内胆入れるしかないと。でも結局前に貼れることはできないから、そういう意味ではバリア系のやつが、ちょっと、もういただけると、申し訳程度にいや、打ちましたよ、私、自衛をっていう、ふんっていう感じの。免罪符そう俺は私打ちました俺はやることはやったぞみたいな。やってあるんですけど、正直は結構申し訳なくて、本当にみんなが頑張ってる中で、何もないなーっていうんで、なんかもう、その離婚前のやつをムービーをいい角度から撮ったりとかっていう、どうしようもないことで。あとあれですよね、死んじゃった時の、なんか起きた時に、一応自衛貼っとくんでっていうのがそう、自いい衛ですよね。ない。すいません、HP を戻していただけたらありがたいんですけども。ちょっと、もしそこにディバインベールとかアクアベール、そうですね、なんでもないです、すいませんでしたっていう感じの。なんか、オーカのデバフ秒数24秒中途半端っていうのはちょっとわかります。これ確かに分かりました。これ確かに思いました。これは、もう絶対に戻してほしい。せめてあと1秒くらいあ欲しいな。そうですね。 24秒、かなり短いっていうか、他のジョブ、だいたい30秒だったり、まあなんか、侍とかリーパーらへんは延長とかして60秒までいけるんですけど、離れてる時にもデバフの効果乗ってるよっていう竜騎士もないんですよね。ちゃんそとうですねルート順に打ったら、ちゃんと戻るよっていうだけで、一回でも離れようもんなら、デバフ切れちゃったみたいななりますね。のがありますねあるので、これ、切実に吉田に戻してほしいんですね。1秒でも2秒でもいいから延長してほしいっていうのはもうずっと思ってます。ドット切らしちゃダメっていうのはすごく分かってるんですけどねっていう部分ですね。そうです、そうです。24秒。いや、中途半端だし、かなり短いなと個人的には思いますね。なんで短くなっちゃったんですかね。わかんないです。わかんないですよね。なんででしょう。本当にわかんないですよ。なんか、行血漆黒らへんで多分30秒から結構短くなっちゃったとそうですよね。と思うんですけど、うんなんで短くなったのかがわかんないんですよね。吉田に竜騎士やってもらうしかない。いや、やってもらうしかない。長い杖だから、黒も変わんないでしょって言って、ちょっと槍持たせて。ちょっとそうやってほしいですね先を鋭利にしてもらって。うん。他ジョブへの不満ですけれども、今パッと見たときには、遠隔ジョブ前組んだと、D2、連キャス D2 やる可能性認識しとけってのと、あとタンク方向指定考えろっていう、あと、侍黒文字独占すんなか。まあ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 。あと D1 しかできないアピールが腹立つ。やっぱ役割宣言っていうところがちょっとやっぱり引っかかることがあるんですかね。D2 のをやるかもよとか。そうですね。D1 爆速宣言のスレイヤーはサンバーさんも言ってますね。そうですね。やっぱ、なんかそれをなんか、他の、なんかメレーの人はちょっとまあわかるっていうか、ちょっと若干すいませんでしたって感じですけど、他から来ちゃうと、いや、自分たちもある、でも
みたいな感じの、なんか D2 って結構、なんていうか、フリー枠で個人的にはいいと思っていて、っていうのもなんか早期だったら、まあ確かにちょっと命令2がいいのかなとは思うんですけれども、ある程度落ち着いてきたら別に、なんですかね、なんか割とキャスターの、今でこそピクトマンサーだったりとかでも全然あれなんですけど、もあるんで、なんか別にフリーでいいのになんか不平等だなっていうのがちょっと思うところはありますね。なのでちょっとなんかみんなも、なんかこの可能性、2の可能性を持って生きてたらもうちょっと優しい世界になるんじゃないかなってちょっと思ってたりはします。この竜なのに D1 とか忍者がいたら D に譲るでしょうっていうその3番さんのやつ見て、はい、なんか自分が一番プレイしてた時代だと忍者が D2 が当たり前みたいな時代だったんで、ああ、そんななんだって思って、ね、竜騎士は D1 全然、そうなんですね。なんか、はい、あるやもう昨今結構やっぱ D2 が多いんで、逆に D2 でつもりで言ったら忍者さんが、後から入ってこられ、まあ、逆に、あれですね、っていうのもあったから、もう先にもう、ポジションが、やっぱり攻略中ってやっぱ、メレーの方って方向して癖があると思うんですよ。右から取るか左から取るかみたいなのが、やっぱ案の定、やっぱり D1 を譲って、D2 を譲っていただいたときに、リーパーさんに D1 してもらったんですけど、やっぱリーパーさんも、うっかり D2 の位置に来ちゃったりとかってザラにあったんで、っていうのもあるんで、やっぱ攻略中とかはできれば安定するまでは、同じポジションでやりたいなっていうのもあるんで、パーティーとかに入った時はもう、そういう時は、もう全然なんか偉そうなこと書いちゃったんですけど、パーティー入った時に事前に主に確認して、私はすいません、ちょっと D に閉めてもらっていいですかとかっていう打診をして、もうあらかじめ閉めてもらっちゃったりとかはするんで。メレーのポジション戦争って結構、あれですよね。難しいと思います、個人的には。なんかその忍者が D2 をみたいなっていうのは、はい。多分、ノラの共通、なんかふんわりとした共通認識で、ピュアが D1、なんか、バフを上げる側が D2 だろうっていうのが多分あるんですよ。わかります。そう。で、あとは攻略の、まあ、やり方で、じゃあ D1、D2 は近接ね、3、4は遠隔ね、レンジね、みたいなのがあるんで、まあ、一概にいい悪いって難しいと思うんですけど、なんか、そう、方向視点のね、取り方もあると思うんですけど、1、2どっちもできていった方が楽だよねってのは結構思います。ですよね。どっちがいいとかなしとかじゃなくて。まあ、もちろんできる前提ではあるんですけど、もう全然そう、野良とかで行くときはもう最悪できなかったら、先に閉めてもらうとかっていう打診はするんですけれども、まあ、優しい世界が望ましいなっていうのは、まあ、優しくしてほしいなっていうところとかあるんで、まあ、あとあれですね、メツ最近言ったんですけど、メツって D1 と D2 でやること結構変わっちゃうじゃないですか、ルーミングアートとかが。ありますね。なったんで、まあ一応、ですよね。だったんで、結局もう一回、先に D2 でクリアしたんですけれども、D2 でクリアした後に D1 の、もう、無でやるために D1 もやれなくちゃちょっと入れないんで、D1 で、逆に1個前のフェーズに入って、D1 の練習したりして、で、それでようやくクリ目に入れたっていうのもあるんで、昨今だと、あとピクトさんとかも D2 行っちゃったりとか全然あるんでね。わかる。多分、動かなくていいから、クロマとかは結構、多いと思います。そのなんか爪パーティーとかは D2 に行こうみたいな。でその影響も結構ね、あるんかなとは。メツ結構、なんかびっくりしましたね。D1、D2 でやること全然違うみたいな。全然違うんで、だから結構、ドキドキはしましたね。最初の頃というか、あれは。だったんですけど、まあ、その時もやっぱりちょっと先にA アライアンスの D にちょっと先に締めてもらっていいですかって、やっぱちょっと申し訳ないけど、アライアンスチャットで打診して、クリア会は、そこからの、あれですね、練習パーティーでもう一回 D1 をやり直すっていうのは、やったりとかで、まあ、しゃあないんですけれども。まあ、っていうのもなんかちょっといろいろあるから、まあ、可能であればなんか D2 っていうフリー枠の可能性もやっぱりなんか皆さん考慮していただければ優しい世界になるんじゃないかなっていう感じで書かせていただきました。ランプは北向けてほしいし、絶対に。それはそうですね。これ、そう、シートにも例で分かりやすい書いたんですけど、アルカディアいっそ床抜けするときに、あれ斜めに抜けるんですよね。ここがって言って、ちょっとゲーム配信なんですけど、ここがいます。ここもいます。斜めに開くんで、斜め同士にいると、敵も斜め向くんで、方向視の枠取れないんですよね。ちょうどターゲットサークル上で。なので、タンクにはちょっと、まあ、そんなね、落ちろとはもちろん言わないので、ちょっと北寄りに行っていただけると、すごく嬉しいなとは
霊式消化中は思ってますね。なんか野良の時には必ず北向いてくれ。なんかその後の、なんか吹き飛ばしか叩きつけかの時にできればトゥルーノースを使いたいなというのが個人的にはあるので、気にしてくれたらすごく嬉しいし、逆になんかもう最初からその北にいますよってタンクさんは分かってんじゃんっていうのはすごく思いますね。すごく嬉しくなります。車庫入れうまい人マジでうまいですもんね、タンクさん。本当にうまい。なんか要求はしないんですけど、そこまで無理やりやれとかって。でもやっぱり上手い人を見るとすげえなって思いますね。あ、これちゃんと取らせてくれ、取れるわっていう感じになるんで。思います。誘導がすごいうまかったりとか、方向の取り方うまいとか、本当にすごいなって思いますね。いろんなね、スキル回し見ながら、タンクでそう誘導とかがそうですよね。あって、あっち見てこっち見て、それこそ私、もう全然わかんない、もうわかんないまま進んできたんですけど、アルカディア一層ってなんか分身にコピーしてあっちに行くかこっちに行くかあるじゃないですか。あれをもう覚えてないですよ、私。もうついてきますみたいな。私も完全にタンクについていきますっていう感じなんで、そう、あそこすごい大変ですよね、タンクさん。私、覚えてもちろんVC とかだと補助が入ったりもすると思うんですけど、野良で、あれをちゃんと覚えて誘導までチャットできてるの、本当にすごいなと思うんですよ。いや、マジで思います。すごい。あとなんか分身に位置合わせると楽合わせなくちゃいけないっていうんで。そう。分身がじゃあ北向いてるから本体も北向かしてなんかなんでしょう、全体の処理をやりやすくしましょうみたいな、あれも結構なんか心遣いというかテクニックというか、すごいなって思ってます。いつもタンクさんそこは本当にありがとうございますっていう感じですね。なかなかタンクさんも他のジョブ、方向指定が求められるジョブとかもやってないと、その辺のなんか気遣いとかも思いを馳せにくいところなのかもしれないですね。それであったんですけど、ちょっと感動しちゃったのが、ナイトさんのパスってあるじゃないですか。横向きに出してくれる人、めっちゃ好きです。斜め、側面取ってると、こいつ側面取るやろうなって分かってるから、ちょっと多分開幕とかでちょっと大きい声が来るときとかに、横に向いてパス出してくれたりとかするんですけど、あれはかっこいいと思っちゃいました。はい、取れる、これなら。やっぱ、後ろ向きだと取れないんですね。横、扇状で見事、切れちゃってて、すいません、軽減漏れましたっていう感じになるんですけれども、カバーしてくる、横向きに出してくれば、ギリギリ入るんで、あれはちょっと、すげえ。すごい。わかります。未だに出会ったことがない。すごい。横向きパスは、やばいと思って。多分そうナイトさん的に多分すごいやりづらいとは思うんですよ。一旦横向いてパス寄ってっていうのがあるんで、やっぱね、ちょっと内側入ってパスしとけば全員候補に入るので楽ってなるんですけど、いや、あれちょっと意図的にやってんの本当にそれもねすごいなと思います。横に入ったらね、基本的には全員入るしっていう。そうですよね。あれはちょっと感銘を受けました。歴史上とさせていただきます。皆さんどうもありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。お時間となりました。はい、引き続きよろしくお願いします。いかがでしたでしょうか。人の愛を聞くのは面白いですね。あなたのマイソウルジョブも放送があるかもですので、お見逃しのないようチャンネル登録よろしくお願いします。また動画化に至らなかった小ネタは X で流しますので、概要欄のリンクから X のフォローもよろしくお願いします。表では喋りにくいことをメンバーシップで喋ってますので、そちらも何卒次回の放送をお楽しみに。おついえなし。